2頭でここまでしかできないっていう例もないし、保証も何もないので、逆に言えば2頭でいくらでも上に行ける可能性があるんじゃないかなと思うので、2頭で日本一になってみたいな、そのために努力したいなって思います。中学校で美術の教員をしています奥田里奈と言います。東京都の出身です。今は3年生の担任をしています。剣道の方はいつ始められたんですか？はい、小学校3年生ぐらいの時に、始めました。なんかきっかけはあったんですか？たまたまその地域にチラシが入っていて、興味を持って始めました。その後は中学校に入って剣道部がなかったので、道場に週に1回ぐらい通いながら、部活動は陸上部に入って中長距離やっていました。剣道がいいなと思ったのは何かきっかけがあったんですか？いやあんまり覚えてないですね。楽しくなったのはその後高校に入って、すごくいい先生に出会ったので、そこで、すごく、たくさん時間をかけて努力して、大学も剣道部に入って、はい、その後はオーストラリアに1年行ってまして、そこでも剣道でいろんな出会いがありましたので、もちろん試合で活躍しようとして、一生懸命頑張ってもなかなか結果は出なかったんですけども、社会人になってもずっとやってます。一番なんか熱中した時期みたいなのはあるんですか？その剣道に打ち込んでた時期みたいなのは。そうです。高校大学が一番、もう休みの日もどこかに稽古に行ってトレーニングしたりとか、そうですね、高校生の時に五輪の書とかも読んでみて、関係する本はひとしきり読んだりして、そうですね、やっぱり日本一になりたいっていう思いが当時はあったんですけど、そのためにいろんな努力はしたんですけども、なかなか結果が、出ず、このままじゃ終われないなっていう気持ちのまま大学を卒業した記憶があります。その日本一になりたいっていう思いが強かった時期っていうのはいつ頃なんですか？いつかはなりたいっていう思いは高校大学の時、その当時は何も実績もなく関東大会にも行けなかったですし、大学ではレギュラーにも入れなかったので恥ずかしくてなかなか言えなかったんですけども、心の中で誰よりも努力していつかは必ず結果を出すんだって思いをずっと持ってました。そこまでこう思い込めるようになったのはなんかこう原因そのきっかけみたいなのはあるんですか？分かんないですね。なんでですかね。日本一を目指している人より稽古している自信があったからですかね。ただなんで結果にならないのかがちょっとも分からなくて、はい、ちょっと悩んでました。
日本一になりたいって思えるようになるまでこうのめり込めたのはなぜなんですか？うーん楽しかったですね。のめり込めた。難しいですね。ちょっとわかんないですね。今のめり込んでる理由ならあります。今の理由はそうですね。もう明確にあるんですか？そうですね。やっぱり二等になってから、二等ってやってる人が少ないので、誰か今まで強い人がやってきたことを真似すればいいっていうものがないので、逆にこれから自分で新しい技を考えたりとかいうことがやっぱり自由にできるのが良さかな、面白いところだなと思うんで、逆に言えば2頭でここまでしかできないっていう例もないし保証も何もないので、逆に言えば2頭でいくらでも上に行ける可能性があるんじゃないかなと思うので、2頭で日本一になってみたいな、そのために努力したいなって思います。それなんか剣道をやってる他の競技もやったりされたってなんかさっきおっしゃってなかったでしたっけ？陸上とかですかね。ではい。それで剣道を選んだわけじゃないですか、結果はい。的に。でそれはやっぱりこうやってて面白かったっていうのがあったんですか？何でもこう目標を立ててそれに向かって努力をすること自体がすごく好きで、勉強もですし陸上もですし剣道も。ただその中でこう体の強さとかスピードではなくて技術で勝っていけるところが剣道の魅力かなっていうふうに思うんで、そういうところで自分ならできる、剣道ができるかなっていうふうに思ってます。なんとなくわかりますで教員になるっていうのはこうずっと思われてたんですか？そうですね。もともとは剣道をいずれ教えたいなっていうところからきっかけで、なりました。ただ今は美術を教えることが他の教科以上に何て言うんですかね、心を豊かにする教科なんですね。実技教科、美術とかそういうところで子どもの感性、豊かな感性に触れられるところが、やっててとても楽しいし飽きないですし、中学生のこのみずみずしい感性ですかね。言葉はまだ語彙力がなくても言葉で表現できないものを美術で表現できる可能性があるし、そういうところに思春期の彼らと美術を通して関われるのがすごく楽しいなと思います。美術自体はずっとこうやりたいなっていう思いもあったんです。そうですね。小さい時から自分も作るのが好きで、はい、そうですね。見るのも好きで、大学は教育学部の美術学科に入って、美術で入学して、卒業の時も卒業制作を作って展覧会やったり、自分自身も制作が好きですし、はい、そういうところでその活動を子どもと一緒にやるのが楽しいかなと思って教員になりました。教員になられてじゃあどれぐらいですか？11年ぐらいですね。じゃあ充実感っていうのはありますか？今ありますね。やってよかったと思いますし、教員はブラックだなんて言われますけど、
お金に換えられない充実感とかやりがいはすごくありますし、毎日こう小さなドラマがあるっていうか、魅力的な仕事なんで、ぜひ若い人にもやってもらいたいなと思います。はい。でも教えててなんかこういう時に楽しいなみたいなのはこう感じられる時があるんですか？そうですね。やっぱ節目のところ、今3年生なんですけど、やっぱり卒業式が一番楽しみにしてるというか、一番いいイベントかなと思いますね。子供がこれから義務教育の枠を超えて、ある意味働いてもいいし高校に行ってもいい年齢なので、その節目に立ち会えることがものすごく神聖なというか、嬉しい瞬間、寂しくもありますけど嬉しい瞬間だなと思います。鳥獣戯画のこと話してもいいですか？鳥獣戯画。そのさっきの教材、はいはいせっかくなら撮ったんで、教材教具の話とさっき巻物をか。そうです直されてたやつですね。はい。あれは教材教具を自分で手作りしてて、全部。はい。で生徒がその鳥獣人物戯画のパロディの作品を描く。例えばウサギとカエルにテニスのラケットを持ってるように描いて、背景にテニスコートを描いて、テニスをしているウサギとカエルの絵に描いたりとかして、そういう風なパロディの作品を作らせるんですけど、その時にいきなり描けだと描けないので、実際の鳥獣戯画の巻物を参考で見せるんですね。いくつかのシーンをスクリーンに映してもいいんですけど、巻物になっているので、その右から左にストーリーが展開するのがその絵巻物の一番の醍醐味なので、巻物は巻物の形のまま見せたいなと思って、40時間ぐらいかけてあれ全部20本一人で作って、雑誌の切り抜きとか全部コピーして同じサイズに切り張りして、で彼らにその2人1組で全員が触れるようにして、右から左にストーリーが続いていく。だからセリフがないけどもコミカルな動きと表情で何を言ってるかがセリフがなくても分かる、その面白さを見せたりとか、セリフがない分動きが余計大きかったり表情が大きかったりして、でそれを子どもたちが見て動物を探して、こんなのがあるね、11種類いるんですよね。でそれを見てから、じゃあ、現代版の鳥獣戯画があったらみんなはどう作るかなっていう授業につなげて、本物を見せることをこだわって授業を作っています。そこを見せたいなというのはなんかあるんですか？そのこれが本物なんだよみたいな。はい。あれは実は2分の1サイズなんで、本物はもっと長いんですけど、今一人一台タブレット端末が配られて、簡単に映像とか写真が見れるんですけども、その分何かに触ることがおざなりになってしまわないかっていう懸念がやっぱ美術の先生をやっていてあって、巻物に触るって生涯ないかもしれないし、広げる時と巻き取る時の感触とか、そういうのはできるだけ本物に近い状態で
見せてこそこう感動があると思うので、そういうところには授業の時にこだわって、心を育てる教科だっていうことを考えてやってます。美術は心を育てるんです。そうですね。道端に咲いてる花を見て、ちょっとこう心が温まるような感性があると、何気ないものも楽しく見えたり、人生も楽しくなると思うし、もっと言うともしかしたら剣道でも相手の心の変化に気づけたり、または悩んでる人の苦しさに気づけたりとか、美術で感性を育てることがいろんなことにつながってくるんじゃないかな。人間を育てるための美術でありたいかなとは思います。最初からそういう思いがあって教員になられたんですか？最初はやっぱりものを作るのが美術の先生の役割、作らせるのが役割だと思ってたので、そうするとこううまくいかなかったんですね。やってるうちに作るのが目的になると子供が飽きちゃって、でもこう子供が内側から自分はこれは作りたいっていう気持ちになると、自然といい作品が生まれることにだんだんやっていくうちに気づいて、そうするとその美術の先生の役割は書かせることじゃなくて、書きたいって思わせることがもう仕事の半分かなというふうに思ったので、そういうこう授業の準備とかそういう気持ちにさせるための仕掛けを作ることにすごく時間をかけたいなというふうに思いました。剣道からこうなんか影響を受けたのか、それがやっていくうちに何か剣道に与える影響があったのか、なんかこう剣道をやってたことでこう生かされたとか、その剣道に与えた影響みたいなのはそういうなんかありますか？そうですね。大学の時に美術で入学をして、その大学の体育会の剣道部に入って、それこそもう授業は彫刻が専門だったので、つなぎを着て制作をして、そのままつなぎで剣道場に行くみたいな形で、その時に一番こう剣道、綺麗な剣道、美しい剣道っていうのは美術的に言うとどういうことなんだろうとか、美しいっていうのは何なんだろう、美学とか言ったりしますけども、そういうことを関わりをかなり考えたのが大学の時期かな。その美しい動きって、無駄がなくて、彫刻でも作る上で意外とこう美しい彫刻っていうのはシンプルだったりとか、人物を作ったりしてたんですけど、その動作にこう無駄がないっていうか、そういうのは剣道でも無駄がない動作は確かに美しいなと感じますし、そういう点ではすごく美術と剣道以外もいろんなつながりがあるのかなとは感じます。求めていかれている剣道の理想像みたいなのも、そういう無駄のない形というか、無駄のない動きとか、そういうのを求めてらっしゃるんですか？美しさを求めてるんですか？剣道はそうですね、だんだんそうなっていかなきゃいけないとは思うんですけど、今は価値を求めるふうに考えてはいます。ただ価値を求めていくと、意外とそのやることはシンプルになっていくんだなっていうことにはちょっとずつ感じる時があります。だから美しい剣道が結局はその結果的にいい結果につながっているケースもあるかなと思うので、きっともう少し修行したらもっと気づけるのかなと思います。
こう大学高校大学とやってこられて、で教師っていうこう職業を選択をされて、でそこからこうどういう思いで今剣道に取り組まれるようになりました？なんかその学生から日本一になりたいっていう思いがあって、そのまあ職業が教員になられて、その教員っていう仕事の時間も取られたりするじゃないですか。はい、そうなるとなんか考え方も変わってくるのかなと思うんですけそうですね、私はあまり変わらないです。周りの人は確かにこう家族が増えたり子供が生まれたりライフスタイルが変わって、いるんですけども、私も稽古は週に4、5回はやって、取り組み方は変わってないです。思いも変わってないですし、仕事も全力でやりたいと思いますし、剣道も全力でやりたいっていう思いがあって、はい、そうですね、ちょっと時が止まってるような大学生のままそのまま稽古してる。稽古してないと、はい、ちょっとバランスが崩れちゃうかなっていうぐらい、はい、変わらずにやってます。ど、でもそうやって続けられてきた理由っていうのを今考えられてなんかあると思います？まだやり残したことがあるなって思いが一番強いです。このままじゃ終われないし、目標も達成してないし、それにその目標に向かって努力すること自体がもう暮らしの一部になっているし、そうですね、もう自然なことかなと思います。その周りの反応というか、ご家族、その親御さんだったりとかっていうのは、そういう姿勢とか考え方を接しられて、なんか言われたことってあります？そうですね、うちの両親は剣道は全くしてないので、そうですね、いつまでやってるんだっていう風な反応はあるかなとは思います。はい、私子供もいないので、その辺はあまり理解はされない時もあるかもしれませんけど、はい、一度きりの人生なんで、気が済むまでやりたいなとは思ってます。でやっぱりその目標としては今日本一っていうのがあると。はい、具体的にはどの大会でっていうのはありますか？何でもとにかく日本一になってみたいですね。はい、多分何かで、そうですね、何かで勝ったらまた次はこっちで勝ってみたいなっていう目標ができると思います。今までの最高の成績っていうのはどこら辺なんですか？全国教職員大会3位ですかね。それあともうちょっとじゃないですか？そうですね、今の方が実力はあると思うので、はい、もっと強くなりたいなと思います。大竹さんダメでしょ。
2頭のことについてお伺いしたいんですけど、始められたのはいつぐらいですか？はい、2頭始めたのは11年ほど前、教員になるぐらいの時に始めました。なぜやろうと思われた？たまたまちょっと左手を怪我したりいうこともあって、ちょっと変化を求めていて、身近に2頭やってる人も少しいたので、2頭やってる、会見つけて、ちょっと相談してみました。はい、そしたらとても面倒見のいい70歳ぐらいの先生がいて、すごく気に入っていただけて、本当かどうかは分かりませんけど、君は才能があるとか、本当にそう思ったかどうかは全く分かりませんけど、そうやってその先生にマンツーマンで指導していただけたりとかして、すごくいい先生で、一緒に稽古に行った時は「りなちゃん、バナナがあるけど食べるかい?」とか「おにぎりはどうかな、飲み物もあるよ」ってすごくよくしていただいて、その先生のおかげで技がだいぶ身についた、基礎は教えていただけたかなと思います。怪我されたのがちょっと原因でそういうのを求められてってたということですよね。はい。なんかやってみたいなという思いはそれまでにもあったんですか？そうですね、あんまりなかったんですけども、やっぱりなかなか結果が出せないなと感じる時期も多かったので、何かきっかけを探してたのもあったのかなと思います。それがたまたまタイミングがあって、はい、挑戦してみました。挑戦してみてどんな感じでした？そうですね、最初はやっぱり一頭でずっとやってきたのを知ってる周りの人は知ってるので、せっかくこれまでに一頭で頑張ってきたのにもったいないよとか、あとは二頭は邪道だからやめとけとか、女には無理だとかいうふうに言われることもあったりもしました。はい、あとは打突のフォームは身につけないといけないので、とにかく素振りだと片手はきついのでタイヤを打つのがいいかなと思って家にタイヤを買ったりして、騒音で大変だったので職場にタイヤを持ち込んで、職場の武道場で練習したりとか、とにかく打つ回数はもう1日1,000本でも2,000本でもとにかく回数は打って、はい、その辺は苦労したところかなと思います。でもさっきおっしゃってた女には無理だろうとか、そういう結構厳しい声を聞いてなんか躊躇されたりはしなかったんですか？そうですね、そういうことを聞いてちょっと悲しい気持ちにはなりましたけど、逆にこれでもし自分が結果を出したらそれはすごいかっこいいんじゃないかなと思いましたし、結果を出せばいろんな人も認めてくださるかな、その時は正直のところ今に見てろ見返してやるっていう気持ちで、はい、やってました。逆にそれを想像するとちょっと楽しいというかワクワクして、こんな未来になったらどんなに面白いかなっていうことで、むしろ嫌な気持ちよりも余計エンジンがかかるって、はい、自分にはとってもむしろいいきっかけだったかなと思います。やってみてなんか難しいところってどういうところが難しい？難しいところは
片手なのでこう一投で両手で持つほどのこうスピードを出すにはこう動かし方のかなり工夫が必要なんですね。難しさっていうのも面白さでもあるんですけども、あとはそのやってきた人が少ないんで、今までこうやって強くなったっていう前例があんまり多くない分、こう自分でいくらでも新しい技をこれから考えられるっていう、こう難しさよりも、面白さの方がありますね。あとやっぱり防御に長けてますよね。やっぱりそうですね。両腕使うというか、その2本で使うというのは見てて単純に私はそう思うんですけど。はい、防御が強いと思います。だから一時大学剣道でもその引き分け要因のために、2頭置いてるとかいうことも聞いたことはあります。構えてるだけで打たれにくいところがあると思います。それは一個利点でもありますよね。そうですね。でも基本ショートのうちって1本にはならないって聞いたことがあるんですけど。あの実は一つだけあって、相手の竹刀を大刀で制していて、なおかつ小刀での打突の肘がよく伸びているもののみ一本と認められるそうです。ただそのルールはあまり知られてないかなと思うし、ちょっと打ちにくいのであまりやりません。試行錯誤をずっとやっぱりやられたんですか？そうですね。最初の方試合でどう打った時は審判の先生にその試合の後に呼ばれて、片手の技は無理だよ君って言われて、片手で打つのは確かにパワーの限界があるのかなと思ったんですけど、意外とそうじゃないんだなってやっていくうちに気づいて、今までやってる人がいないだけで本当はやればできる可能性が多分無限にあるから、すぐダメだって決めつけずにやれば、女性でも2頭って十分できるんじゃないかなと思います。私正直初めて見ました。女性の方でやられてるの。他いないですよね。でもいらっしゃいます。はい。その国体で優勝されてる方実はいて。始めたばっかりの時、その方にお会いしていろいろ相談したりもして。だからそういうやってらっしゃる方もいて、そういう話を聞いて、いろいろ試行錯誤された結果が今があるってことですか？そうですね。結局でもその聞くよりも自分でやるのが一番なので、自分の気づきを大事にして、いっぱいやる中で、いろいろ自分でやるようにしてます。今のこの2頭でこう稽古されているので、今なんか注意されているとか、ご自身で注意されていることとか目標としていることっていうのは何かありますか？そうですね。個人戦で勝てる力をつけたいなと思うんですね。やっぱりそのさっきの大学の引き分け要因で2頭がこう作られたこともあったように、引き分けるのは一生懸命頑張ればできるので、個人戦になると必ずいつか自分で打たなきゃいけないので、今の自分の課題は誰が見ても一本になる決定力を磨くのが今一番課題かなと思って意識してやってます。そのために必要なことって何なんですか？そうですね。相手の出鼻を捉える。これは一頭同士でも出鼻を捉えるとやっぱり誰が見ても一本
機会を捉える、それができればものすごいパワーとスピードがなくても、またはこれからどんどん年を取っていっても、その機会を捉える、または相手がいつ出てくるかを自分で察知したり、または相手が出てくるようにしたり、機械で打つっていうところができれば、その決定力っていうところにもつながると思うので、そこは怖がらずに、打たれてもいいからそこを狙っていくっていうところを意識したいなと思います。それはつまりは捨てるっていうことにつながるってことですか？そうですね。捨てて打つのと果敢に打つことと無謀に打つことっていうのがすごく近いなと思うんですね。その一か八かで打つんではなくて、もう絶対にここだっていうところを見分けるのが、本当の意味で捨てきるっていう意味だと思うので、そこを丁寧に、今打ったのは一か八かだったんじゃないかとか、今のは確信を持って打てたなとか、そういう傍から見たら同じように見えるものでもそのプロセスが全然違うと思うので、そこを無謀な技は絶対に打たないように、一か八かでは打たない、今しかないっていうところ、それがどういうところなのかっていうのを研究していきたいなと思います。追い求めていく剣道の理想像みたいなのはあるんですか？そうですね。2頭やってる人が少ないので、誰かの真似をしててもしょうがないなと思うんですね。なので追い求める像はまだはっきりはないんですけど、自分にしかできない剣道、それが誰かの真似ではなくて自分のこの体だから、自分のこのスピードだから、または自分の感性があるから、できる柔軟な剣道を目指したいなと思います。今の目標は何ですか？日本一になることです。それは二刀を始めた時にいろんな人に無理だよやめとけよって言われたように、もしかしたら日本一になりたいっていう目標も客観的に見たらちょっと無理だよっていうところがあるかもしれないんですけど、それでもやってきたので、きっと自分だったらできると思うので、無理だよって思った人を見返せるようにじゃないですけど、自分がどこまでいけるかはできるところまで行ってみたいなと思います。その思いっていうのは年々思いが大きくなってきてるのか、なんていうんですかね、ずっとそのままなのか。そうですね、時が止まったように高校生からあんまり変わってないですね。自分の可能性というか、できる努力をしたらできるんだっていう過程自体がとっても楽しいので、別に日本一に例えばある大会で挑戦してなれなかったとしても、でもその目指すこと自体が楽しいので、それはもう変わらずにやります。ご自身が考える剣道の魅力って何ですか？そうですね、人によってスタイルが違うところ、
パワフルな剣道で勝っていく人もいるし、すごくこう柔軟な柔らかい剣道で勝つ人もいるし、ちょっと変わった動きというか、他の人と違う攻め方だなって思う時もありますし、そういう個性が出るところが剣道の魅力かなと思いますし、あと自分のこう性格が出るところも面白いな、それを見るだけでもすごく楽しい、魅力的だなと思います。